退職を考えざるを得ない現場の実態。そこには搾取と我慢を奉仕と呼び、人間を消耗品扱いする風潮がありました。口コミ1、43歳で市役所を辞めた。最後の1年間、残業時間は月平均93時間。でも残業代が出たのは月に10時間まで。つまり毎月73時間はサービス残業。年間で計算すると876時間。金額にして約200万円がただ働き。これを奉仕の精神って言われて我慢してた自分がバカだった。民間に転職したら残業代は1分単位で出る。当たり前のことが当たり前じゃなかった。お疲れ様です。転ばぬ先の杖チャンネルです。今日は退職を考えざるを得ない現場の実態をテーマとした当事者の口コミを紹介します。口コミ2、毎日クレーム対応で心が削られた。生活保護の申請窓口で働きたくないから金くれって堂々と言う人もいれば、本当に困ってる人を制度の壁で断らなきゃいけない矛盾。上司は法律だからの一点張り。3年で感情が麻痺して人に優しくできなくなった自分に気づいて退職した。今は介護の仕事してる方が人間らしい。口コミ3、41歳税務課での経験。滞納者宅への訪問徴収が地獄だった。土日も夜も関係なく訪問。ドア越しに罵声を浴びせられ、時には脅迫めいた言葉も。年間150件以上回って精神的に限界だった。給料は年収520万だったけど、命の危険感じてまでやる価値ないと判断。転職先は年収400万だけど、安心して働けるだけでありがたい。口コミ4、災害対応で完全に壊れた。44歳防災担当の時に大雨災害が発生。72時間連続勤務。仮眠は床で2時間だけ。家にも帰れず着替えもできず、終わった後もお疲れ様の一言もなく、次の日から通常業務。体重は1週間で8キロ減った。これが公務員の現実かと思ったらもう無理だと感じた。今は普通の会社で普通に働けてる。口コミ5、人事異動してきた新しい課長が最悪だった。前任者は優しい人だったのに、新課長は毎日誰かを怒鳴る。俺は3ヶ月で5回も人前で説教された。内容はやる気が感じられない、公務員の自覚がないみたいな抽象的なもの。20年働いてきたプライドがズタズタにされた。半年後に退職届を出したら逃げるのかって言われた。ああ、逃げるよ、あんたから。口コミ6、組織の腐敗に耐えられなくなった。入札談合を目の当たりにした。上司と業者が癒着してて、結果は最初から決まってる。指摘したら余計なこと言うなと圧力かけられた。これが税金の使われ方かと思うと吐き気がした。内部告発も考えたけど、家族のこと考えて黙ってやめた。今でもモヤモヤしてるけど、あの環境にいたら自分も染まってた。口コミ7、40歳で念願の係長に昇進したけど、地獄の始まりだった。部下5人のマネジメント、上司への報告、議会対応、すべて責任だけ押し付けられる。でも給料は月2万しか上がらない。計算したら時給換算でマイナス。責任と給料が見合ってない。2年で降格希望を出したけど却下され、結局退職した。今は平社員だけど気楽で最高。出世なんてするもんじゃない。口コミ8、若手職員の育成に絶望した。43歳後輩指導してたけど最近の若い子はすぐ辞める。5年で8人入って残ってるの1人だけ。理由聞いたらやりがいがない、成長できない、給料安い、全部図星だった。自分も同じこと思ってたのに引き止める言葉が出てこなかった。若い子が正しいと思って俺も続いて辞めた。組織として終わってる。口コミ9、議会答弁の資料作りで人生の時間を無駄にした。年間で議会資料に費やした時間は推定800時間以上。でもその9割は使われない。議員の念のため作っとけで深夜まで作業。結局今回は質問なかったわで終わり。この時間があれば資格取得できたし、家族との時間も取れた。もう耐えられないと思って退職。
時間は金で買えないから。口コミ。週は娘の卒業式に行けなかった。その日は予算委員会で休めなかった。妻が撮ってくれたビデオを見たら、娘が客席を何度も振り返ってた。俺を探してたんだと思う。その表情を見て涙が止まらなくて、翌日、娘にお父さん、卒業式来なかったねって淡々と言われた時、何かが崩壊した。年収700万あっても、娘の記憶に父親がいない人生に意味はない。即退職を決めた。口コミ。11、メンタルやられて休職した。適応障害と診断されて3ヶ月休んだ。復帰したけど周りの目が冷たい。あいつは弱い仕事から逃げたみたいな空気。上司も腫れ物扱い。結局居場所がなくなって退職した。今の会社ではメンタル不調の経験を正直に話したら大変でしたね。無理しないでくださいねって言われた。環境って本当に大事だと痛感した。口コミ。12、同じ仕事を15年やらされた。44歳になっても新人と同じルーティンワーク。スキルアップもキャリアアップもない。提案してもそういう決まりだからで却下。このまま定年まで16年も同じことするのかと思ったら絶望した。民間に転職したら1年で新しいスキル3つ身についた。公務員の15年間、マジで何だったんだろうって思う。口コミ。13、窓口対応で人間不信になった。住民課で毎日200人以上対応してた。9割は普通の人だけど、1割のヤバい人が精神削る。お前の給料は俺らの税金だ、クビにするぞ、ネットにさらすぞ。録音もできない、反論もできない、ただ謝るしかない。3年で心が折れた。今は人と関わらない倉庫作業してる。給料は下がったけど心の平穏が戻った。口コミ。14、働き方改革が完全に嘘だった。ワークライフバランス推進とか言いながら実態は変わらない。定時で帰ろうとするとやる気あるのかって空気。 PC は18時にシャットダウンされるけど、持ち帰り仕事が増えただけ。形だけの改革に付き合うのバカらしくなって退職。形だけの改革に付き合うのバカらしくなって退職。民間の方がよっぽどホワイトだった。公務員イコールホワイトは幻想。口コミ。15、55歳の先輩を見て未来が見えた。あと9年であの姿になる。毎日文句言いながら働いて、若手に煙たがられて、家でも居場所なさそう。公務員やってて何が残ったって聞いたら黙り込んだ。その顔見て確信した。このままじゃダメだって。年収は半分になったけど、40代で人生リセットできただけマシ。先輩みたいにはなりたくなかった。口コミ。16、非正規職員との格差に罪悪感を感じた。同じ仕事してる非正規の人が年収250万、俺は600万。能力的には彼女の方が上なのに、正規か非正規かだけで倍以上違う。彼女が正規になりたいって相談してきた時、何も言えなかった。この制度おかしいと思いつつ、自分は既得権にしがみついてる。自己嫌悪で辞めた。民間は実力主義で気持ちが楽。口コミ。17、コロナ対応で完全に燃え尽きた。保健所勤務で地獄を見た。1日の電話対応300件超え、休日なし、帰宅は深夜2時。それが1年半続いた。家族にも会えず、感染リスク背負って。でも世間からは対応が遅い、仕事してないって批判される。もう何のために働いてるかわからなくなった。退職後、普通の会社員になって人間らしい生活取り戻した。口コミ。18、転勤の多さに家族が崩壊しかけた。5回目の転勤を言い渡された。子供は中学生で友達もでき始めたのに、また転校。妻は仕事辞めなきゃいけない。家族より仕事が大事なのって問われて答えられなかった。組織のために家族を犠牲にするのはもう無理だと思って退職。今は地元で働いて、子供も妻も安定してる。転勤のない人生って素晴らしい。口コミ。19、やりがい搾取の構造に気づいた。得たらもっと下がる。公共のためにって言葉でどれだけ安く働かされてたか。計算したら時給換算1800円程度。
民間の同年代は2500円以上。しかも残業代カットとか休日出勤とか入れたらもっと下がる。奉仕の精神を悪用されてたんだと気づいてバカバカしくなった。今は普通に労働の対価もらえる環境でやっと人間扱いされてる感じ。口コミ20。これで最後です。最後は自分の人生を生きると決めた。残り12年を組織のために捧げるのか自分のために使うのか、答えは明白だった。退職金は800万減るけど12年を金で買えるなら安い。今は小さな会社で年収400万だけど毎日今日も良い一日だったって思える。公務員時代は今日も終わったって感じだった。この違いは大きい。人生は一度きりだから。以上が退職を考えざるを得ない現場の実態をテーマとした当事者の口コミでした。皆さんどう思いましたか？ぜひ感想をコメントで教えてください。今後も皆さんのお役に立てる動画を配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。